Hello everyone, this is Kanen's channel. 私は今まで映像制作のことやお仕事のこと、映像制作に関する大学のことを頻繁にアップしてきたんですけど、なぜ映像制作をやろうと思ったのか、きっかけ、道のりを全く話してなかったので、今日は気になる方もいらっしゃるのかしら、超個人的な話ですけど、どのように影響を受けたのか、どうやって将来の目標ができたのか、ざっくりとお話ししてきます恥ずかしい。これといった大きな出来事はないんですけど、いろいろありましたまず私は元からお話を作るのが大好きでした。ティッシュの空箱を使って映画館に仕立てて、紙に人を描いて切り取って紙芝居的なものを作ってたり、何かしらとちまちま作ったりしてました。そしてカメラを8歳のクリスマスプレゼントにもらった時は、大興奮で写真を撮ったり動画を撮ったり、今でいうブログですね、そういうのも撮ってましたデータどこに行ったかわからないけど、小学校の頃からクリエイティビティフル回転で自分の世界にどんどんのめり込んだんですけど、一つ目の大きなきっかけとなったのは、映像と直接関係ないんですけど、テレビでユニバーサル・スタジオ・ジャパンの裏方みたいな特集をやってたんですね。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは行ったことあるし、そういう裏のこと、スタッフはどうやって働いてるのか見るのが大好きだったから、何気なくこの時も小学生だったと思う、ぼーっと見てたんですけど、水のアクションが激しいウォーターランドだったかな、それの美術監督のシーンがあったんですね。バイクに泥をペンキで塗ってたり、汚れをわざと一から作っているっていう工程をテレビが流していました。それを見て、こういうものって作れるんだって大きな影響を受けたのは鮮明に今でも覚えています。やっぱり世界観を作るショーじゃないですか。それに感動して、こういうのやってみたいってその時に思いましたね。小学校何年生だろうこれはどうやってできてるのっていう質問が常に頭から離れませんでした。ドラマを見ていた時、お母さんが息子に DV をやるシーンがあったんですね。小学生で何見てるのって感じだけど、そういうシーンがあって、ゴミ袋をこうやってうわーって投げてるわけですよ、激しく。小学生だからもう唖然としてて、かわいそう男の子って、すごいずっとかわいそうかわいそうって痛そうって言ってたんですけど、横で母がこれ全部作り物だから大丈夫。これカットって言ったらもうすぐ終わって、男の子の涙も嘘だからで横でずっとネタバレっていうか現実を見せてくれましたそれがよくあります。うちの家族ならではかもしれないけど、ジュラシックパークみたいな映画見てても、これ偽物だから、これコンピューターで後でちゃちゃっと入れたものだから、映画だからってすぐに言うんですね。こっちは怖がるのも楽しいのに、せっかくエンジョイしてる世界観をぶち壊されるということが何回かありまして、小学6年生から中学1年生に初めて MacBook を買ってもらいました。 MacBook を買ってもらうとね、みんな即ゲームやったり SNS やったりするわけですよ。初めてのパソコンですから。私は YouTube で映画のメイキング映像をひたすら見てました毎晩のようにグリーンスクリーンの仕掛けとか、気になった映画はどうやって作ったのか、役者さんのインタビューもちらっと見てたり、魅力的に見えたのはグリーンスクリーンの魔法ですね。どうやって作ってるのか知りたいっていう好奇心旺盛で、ビハインドシーンズ映像ばっかり見てましただから今も撮影現場に行くとメイキング映像を撮るの好きだし、裏どうやってみんな何やってるのかめちゃくちゃ気になっちゃいますパソコンを手に入れた私は、旅行先で撮った動画を編集するようになったり、どんどん音楽をつけたりしてアップグレードしてったって感じです。当時中学生、その動画編集が流行ってたのかわかんないけど、クラスメートの人たちも旅行先で撮った動画をうまく編集してアップしてて、みんな上手なんですよね。私もやりたい、真似したいっていうノリでやってました一例として残ってるのは東京の動画ですね。すごい短いんですけど実際にアップしてます、このチャンネルに知らない間に私は映像の世界にのめり込まれていました。沼にハマってました、完全に。そしたらある日、香港に引っ越すよ突然の報告を親から聞きました。唖然、ショック、悲しい、どうしよう、シンガポール離れるという焦りの気持ちとともに、香港の高校で
IB の最後の2年だったんですね。ちょうど香港のインターナショナルスクールによって提供している IB の科目が違うため、何を取るのか真剣に考えるようになりました。 IB やらなくてもよかったんですけど、なぜか IB やってましたlike torturing myself honestly。 一つ目受けたインターナショナルスクールが中国語がハイレベルな学校だったんですね。私中国語は流暢ではなく、香港の人たちと比べるとさらに踊ってる、オーディションじゃないけどなんていうの、面接でボロボロだったため落ちましたその学校は。その高校に通ってたら私は映像やってなかったと思います。 IB アーツのサブジェクトの中にはフィルムがなかったからです。2つ目に受けたインターナショナルスクールのアーツの中でフィルムがあったので、興味本位で私はフィルムのハイヤーレベルを取りました。映画なんて楽しそう作ってみたいみたいな感じです。その面接を受けてシンガポールに戻ってきて、ずっとモヤモヤしたままシンガポール残りわずかだなとカウントダウンしながら生活してたんですけど、シンガポールでも意識し始めて、フィルム撮るんだったら私知識ゼロだけど何か身につけたいなと思って、友達と動画撮ってたり、撮った動画をアップしたりするようになりました。本当に YouTube は私の練習台でした香港でフィルム HL やってみたらとても楽しくて、もう高校生レベルだからもう今と全然違うけど、大学でもやってみたいと思うようになって、大学でもやって、大学でさらに好きになって、将来キャリアとして貫いてみたいなっていう願望になったところです。もちろん映像といっても CM だったりミュージックビデオ、映画、テレビドラマ、コンサートの映像、いろんな形の映画制作があるので、いろいろねさまよった時はありました。よく将来の目標決まってて羨ましいとか言ってもらえるんですけど、今でもそんなに決まってなくて、映像っていうのはすっごい大きな海の中、たくさんのお魚がいっぱいいる、もう膨大なカテゴリーなので、プロデューサーの方をやるか、クリエイティブの方をやるか、クリエイティブの方だったら美術の方をやるか、監督やるか、カメラやるか、照明やるかなどなど、たくさんの選択肢があります。もうちょっと探ってみたい、答えを探したいという気持ちで大学でも始めました。大学で実際に映画のセットで本格的にやるのも、シンガポールで制作会社に働いて全くやったことのないプロデューサー側の任務をこなすのも全てが大好きだったとは言いませんが、嫌いなことやこれはちょっと自分に合わないかなという発見も大事だなとつくづく思います。消去法で進めていけるし、嫌なこととか苦手なことを見つけるのは実際やってみないとわからないので、いかにチャンスを手に入れて挑戦していくか、やったもん勝ちだなと思います。映像制作で食べていけるの、暮らしていけるのってとても難しいっていうことは十分承知だし、オスカー賞を取ってあんなハリウッドのレッドカーペット歩けるのはごく一部の人だけ、ごく一部ってこんだけの人たちだけっていうのは分かっているんですけど、やってみないと分からないし、好きなことをやりたいっていう気持ちが強くて、最初ね映画制作って言ってたけど、もしかしたらテレビ CM の方で働いてたり、同じスキルを他の仕事場で活用しているかもしれません。本当に将来わからないし、そこをもや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 するのはしょうがないと思ってるので、今私に何ができるか、今の私は何がしたいかっていうのを考えるようにしています。誰だって将来のことは悩むよね。ありがたいことにパッションを貫く環境が私は周りにあるので、エネルギーと情熱とやる気がある今、この気持ちを忘れないようにしたいなと思っております。初めてのフルタイムの仕事がテレビ CM 制作だとは思ってなかったし、昔は弁護士になりたかったんですけど、弁護士になりたいなと思ったきっかけは結局テレビだったし、エンターテインメント業界が描写した弁護士の姿が理想なだけであって、結局は映像なんだろうなと今になって思いますね音と映像で自分の世界観を共有すること、言葉では表せない感情、その時の瞬間をフレームに入れて、もうフォトフレームのように記録する。そのフレームを持つことで当時の記憶や気持ち、景色をもう一度体験できる、実感できるっていうのが映像の魅力だと思います。今でもこれといった明確な将来の目標は
はないんですけど、今後も自分のクリエイティビティを生かして形に残したいなという目標、希望はあります。動画を投稿するのも私が出演して喋るっていうよりかは、何かを撮って一つにまとめる短編映画みたいなものっていうのが大好きなので、あんまり私自身のことを話すっていうのはないんですけど、動画を見てくださっている皆さんにはなんとなく伝わってると思います。私は昔からカメラに映ってないものが気になって、いつの間にか裏方の仕事がしたいという気持ちが芽生えました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。ではまた、バイバイ。